んにちは、合同会社ミミエルのハンスです。今日はですね、また、メタバースゼンデラの話をしようと思ってます。で、PC を使って、実際に、イベントに参加する、方法を教えようと思ってますけれども、その前はですね、ちょっとお願いがあります。実はこのお寺ですね、岐阜県の玉龍寺というお寺ですけれども、非常にオープンな禅寺だと思いますね。これだけですね、メタバースにまでにも乗ってですね、世界中の人たちをインバイトしてくれる住職の方、またその方のご両親とか、非常にオープンな禅寺だと思います。で、初めて世界に発信、こんな感じで世界に発信すると思いますけれども、ご存知のようにですね、特に日本の地方はですね、高齢者社会のために、ですね、皆さん、信者の方が減ってるんですね。年を取ってですね、もう働いてない信者が結構いるんですし、そんなにですね、彼らの力を借りて、維持費とかを払うことができないので、お寺が非常に困っているところにある。で、僕らは、禅寺のバーチャルのバージョンを作ってですね、デジタルツインを作ってですね、これは永遠にメタバースに残そうと思ってますけれども、もちろん物理的なお寺も大事です。非常に貴重なところで、その文化も含めて残したいと思いますので、ぜひクラウドファンディングに参加してですね、ご協力を、お願いしたいと思います。で、リンクはまたここに出ますので、ぜひ参加してください。英語もありますので、英語の方はぜひ見てください。それではですね、早速、PC を使ってですね、実際に、このお寺の、空間に入っていろんなイベントに参加する方法を教えたいと思います。それでは早速スタートしましょう。まず、エンゲージのサイトに行って、アプリをダウンロードします。アドレスはこちらにありますけれども、engagevr.io ですね。でそこに行って、普通のブラウザで行ってですね、その中に、メニューがありますけれども、サポートの方ですね。サポートの方に、ダウンロードっていうメニューがあります。それから、対応可能な、デバイスのメニューもあります。見てみると、それは、PC、デスクトップやラップトップですね。今は PC で見てます。それから、ヘッドセットはもちろん、たくさんのヘッドセットに対応できますね。もちろん、オキュラスのヘッドセットも、クエストもできます。これは PCVR、PC につなぐ、ヘッドセットなんですけれども、今人気の、オキュラスクエスト2や、それからピーコの新しいピーコ4とか、それからメタクエストプロ、今一番ね、話題になっているヘッドセットは対応できます。で、それはサポートなんですけれども、それからスマホもできますね。スマホは、これですね、Android、iPhone、タブレット。これも見ることができます。大きな違いは、スマホや PC で見ると、見ることができます。ヘッドセットで見ると、体験することができます。つまり、エンゲージの、空間の中に入って、体験することができる。人と交流したりとか、アバターに変身して、交流できるから、それは最もパワフルな使い方なんですけれども、ヘッドセットをお持ちでない方は、他のデバイスでも見ることができます。でそれをダウンロード、こっちからダウンロードしますね。でそこで、
VR デバイスとデスクトップ、スマホとか iOS があります。でそれをダウンロードしたらインストールします。からインストールしたら立ち上げるんですけれども、これはログインスクリーンですね。自分のそのハンドルの顔写真もつけることができますし、これは設定の中ですけれども、ログインしますね。でブロードバンドだとすぐこれぐらいの時間で入ることができます。しばらくちょっとかかりますけれども、入ったらスムーズです。これぐらいの時間で、これはブロードバンドのスピードで入りました。でこの中でこの新しいエクスプローラーリンクというのがあります。これはもう、できたばっかりの新しい、大きなアップグレードですけれども、イベントもあって、イベントは、自分でアカウントを持っている方は、自分のイベントも作ることができますね。今は、シバスのイベントがありますね。500人ぐらいが参加しています。そういう、毎日のようにですね、いろんなイベントがあります。それは参加できる、できない場合もある。この、鍵で分かります。これはオープンですね。これはクローズですね。で、自分のイベントはここに出てます。私は今、出してないんですけども、出せばここに出てきます。それから、この、ID ですね。ID 番号っていうのはありますけども、例えばこれ仮の番号ですけれども、この番号をもらえば直接そのイベントのスペースに入ることができます。これは結構重要な情報ですね。後でまたお話ししますけれども、で、これをライブイベントでまた、元に戻ってみれば、アバターを作ることができるんですね。で、これは僕なんですけれども、実際の僕よりもだいぶ、かっこいいと思いますけれども、自分の写真も、自分の顔をですね、スマホで、撮って、それから、それをアップロードすれば、それも、代わりにこの、アバターの、顔の代わりに、つけることができますけれども、これはうまくいかない場合もあるので、私の場合はあんまり、気に入ってないので、やっぱりこの人工的な顔を作りました。でこれで編集ができますね。でいろんな設定があります。で多分皆さんが自分で分かると思います。で、それですね、このバージョンが2つありますね。で例えば PCVR の場合はみんなのアバターが完全に全身が、見れますけれども、そうでない場合はもっと、弱いそのスタンダードオンヘッドセットとかそういうのを使う場合はプロセッサー弱いので、軽いアバターしか見れないです。そうですね、ホストの側だけが、こういう姿で見れると思いますね。でこれを出ましょうと。で変更はしない。それからcontinue ですね。で、そうしてですね、イベントも見たのでですね、それから Join Session と Start Session、これは少し分かりにくいかもしれないですけども、Join Session は他の人の、ですね、イベントみたいな、例えば学校で言えばですね、授業みたいな感じですね。学校で言えば授業で分かりやすいと思います。そのリーダーのですね、セッションに入ります。で、自分の、授業みたいな、ことをやると、これはスタートセッションとなりますね。そうすると自分がホストになります。で、ホストは他の人よりいろいろツールがありますので、いろんな、ものを見せたりとか、リード、そのグループの、セッションのリーダーになりますね。それからコンテンツは、他のイベント、もう記録されている、いろんなコンテンツを見ることができますが、それは、また今度にしましょうと思っています。でこれは、
自分の空間を作るためにあるいろんなツールですね。これはまた別な、番組でやろうと思ってます。この新しいリンクですけれども、リンクの中で、いろんなプラザというのがありますね。ちなみにこれは日本語のインターフェースもありますので、ご安心してください、日本語の方は。それでこれは新しいですね。まずこの真ん中にあるのはセントラルプラザ。ここは、広場ですね。すべてのこのエンゲージのスペースの広場みたいな感じになってます。で、そこにいろんなポータルがあります。そのポータルを通して他のプラザに行くことができますね。あるいは、いろんな会社の空間とか。会社といえば、このエンタープライズプラザというのは、大体大手の会社の広場になってます。で、そこでそれぞれのポータルがありますね。それからアパートメント、これは自分の部屋もアカウントについてますので、その自分の部屋を使ってですね、人を誘ってそこでいろんなことをやったり、例えば動画を見たりとかお話ししたりとか、自分の家みたいなものですね。これはテンプレートですね。テンプレートは簡単に言えばですね、自分の空間を作るのにですね、有料のアカウントが必要です。で、その有料アカウントを使ってUnity というソフトを使ってですね、そこで空間を作るんですね。その空間をアップするのにSDK というソフトウェアデベロップメントキットというソフト開発キットという道具を使うんですけれども、そうでなくてもうすでにあるいろんなテンプレート、これはいろんなもう用意してあるテンプレートですね。作っているテンプレートを使ってその中で自分のコンテンツを入れる。それは安いアカウントでもできます。ちなみに、フリーアカウントもあります。でもフリーアカウントにはそういうクリエイターのツールはついてません。イベントに参加したりとかそういうのは普通にできますから無料でこれは使います。それからエデュケーション、ここはいろんな大学とか、例えばスタンフォード大学とかオックスフォード大学とかそういう、キャンパスがあります。これはもともと教育向けのプラットフォームですので結構そこの辺は強いですけれども、これからですね、海外に、留学ができるようになると思いますね。日本にいながら留学をすることが可能になりますので、これは本当に、教育的には革命的な、変化になると思いますね。それからクリエイティブプラザ、これはうちらのミミル、合同会社ミミルのポータルもありますし、ファッション関係の会社とかいろんなそういうクリエイティブ関係の会社のポータルがあります。そういうこのルートを通して、うちらの、空間に入ることができますけれども、今日は、このプラザを通してですね行きましょうと。でこれをクリックするんですね。これは、ヘルセットの場合です。全く同じインターフェースです。それで、確認します。クリエイティブブラウザに行きますと。こんなとこですよっていう。でそれでもし行ったことなければ、まずダウンロードが必要ですけども、私はもう行ってるから、ダウンロードはいらないです。こういう真っ暗の、空間に入ってですね、しばらく経つと今度は、クリエイティブプラザに出ます。でそうするとマウスとかキーボードを使ってどういうふうにナビゲーションできるか、という、ホットキーコントロールのこういう説明があるんですけれども、簡単に、見せればですね、この矢印の、キーですねを押して、前に進む、バック、左、右に行く。で、マウスは、テレポートはですね、この右クリックですけども、後でお見せします、使い方。簡単ですけれども、それが例えばちょっと、VR に寄ったりする人にとっては便利な、
道具です。で、これ、左クリックは、中に入ったらすぐ分かると思いますけれども、そんな感じ、簡単な説明ですけど、で、Continue。で、さっき言ったそのマウスをですね、マウスを、動かすだけで自分の目線がいろんなところに、誰かがいるんですね。これは他の方なんですけども、フランチスコという方ですね。マイクはですね、オンになってない。なるほど。そんなこともありますけども、ちょっと寂しそうに見えるのかもしれないですけど、実はね、ほとんどの人はプライベートセッションに入っているので、こういう、一般の、プラザには人が、今のところは少ないです。だんだんとユーザーが増えると、これはもっと人間が増えると思いますけれども。で、今、矢印のキーを押して、進めます。こういうふうに進むことができます。で、さっきの右クリックですね。右クリックは、今ジャンプしたんですね。ちょっと分かりやすく。右クリックすると、ここにですね、丸いマークが出るんですね。丸いマークが出て、でそこでマウスボタンを離すと、そこにジャンプできるんです。これは、ヘルセットと同じですね。ヘルセットは、右コントローラーのボタンを使ってですね、同じようにジャンプできるんです。で、ヘルセットの場合は、こういう矢印の代わり、こういうふうに動くと、これは、ジョイスティックを使って、前に倒すと前に進めます。後ろ倒すと後ろに進めます。左、右、同じですね。で、これは無重力の世界ですから、このクリエイティブプラスちょっと面白い。誰か、ここにね、人が逆さまになって歩いてるんですね。そんなような、無限の世界みたいな、イメージですね。実はこの浮いてる建物にも登れることができるので、僕はやったことがあるんですけど、ちょっと遊んだりはしてましてね。で、ここにいろんな空間がありますけれども、ポータルは、さっき話したポータルはですね、例えばうちの場合は、ミミルですから、ミミルのポータルはここにあります。左は、ジョイ XR、どんな会社からまだ入ったことないんです。で、これはソーラス VR はまた VR 関係の会社、これもまだ入ったことないんですけれども、で、さらにですね、このところに行くと、こういうポータルもあります。これは、エレベーターみたいなもんですけれども、ここに入ってみると、どうなりますか。上に行きましたね。で、上に行って、こんな、ところに行きました。で、また下のエレベーター、下に行くエレベーターはここに回って、で、ここにうまく入ると、下に戻りました。しばらく歩かないようにしましょう。で、マウスをこういうふうに動かすと、左右も、歩く方向を変えられるから、例えば矢印の進むやつ、前に進むやつだけを押しながら、マウスをこういうふうに動かすと、うまく進めます。で、僕らのポータル、これは、リンクですね。このエンゲージリンクというのは、この新しい機能ができたんですね。前はこういうポータルはなかったんですけど、リンクというのはいろんな会社が自分の空間を持ってですね、で、オープンにしたら、それを他の会社の空間につなげることができる。で、リンクは、こんな風に見えます。ポータルの風に見えますけども、こちらのロゴマークが、ありますし、その後ろに、部屋の、空間が映ってます。これは前の、ビデオに、ちょっと一度入りましたので、一応入るだけにしましょう。入ると、まっすぐ前に進むだけでもいいですけど、入ると真っ暗になりますね。で、ジャパニーズ全店舗玉龍儀がありますよという。で、またこの空間に入ると、このホットキーコントロールの説明パネルが出てきます。で、これを
で太鼓の音も聞こえます。立派な理由があります。でここで僕らはイベントスペースを作るんですけれども、これはステージと考えていいですね。でステージの中でさらにいろんなツールを使ってですね、さらにメディアを、入れることができます。アニメーションができます。3D、モデルとか、360度の、ビデオ、それはこのお寺の外をね見せるために、今用意しようと思ってます。180度の VR ビデオは、人間がプログラムみたいな感じに、現れて登場人物、例えば住職の方とか、それからこのアーティストの方とか、それから、襖絵の、その襖絵自体のその木材の板とか額とか作ったすごい有名な、職人もいますし、そんな方が登場しますし、歴史的な人物も登場しますし、いろんなコンテンツを出しますけれども、あるいは座禅をやったりとか、そんなことも、します。でもちろん世界中の方が参加できます。それはさっきのイベントの、メニューに入りますね。で、キーボードの場合はエスケープキーを押すと、またその、ですね、他のプラザに飛ぶことができます。そんな感じですね。でこの中で、さらに、リーダーになりますね。で自分はですね、今一人がいますけれども、ここに、他のユーザーもし いるとしたら見ることができますね。で今は僕だけです。でインバイト、さっきのリンクですけれども、ここを押すと今度このセッション ID が出て、でここに番号が出ますので、それをさっきのスクリーンにですね記入してもらうと、直接にみんながここに来ることができます。それからこんなツールもある。これは3D モデルとかそういうものを中に入れる。これは今の機能してないですけども、私はホストになってないんですけれども、ここにそういうツールがありますし、いろんなツールが出てきます。スクリーンをシェアしたりとか、いろんなことができますね。でリンクはこの先の。これは簡単な案内ですね。で今度は、ツールを使ってリーダーになってですね、どういうふうにグループを案内するかということを説明したいと思います。そんな感じで今日のビデオを終わりにしようと思ってます。ぜひとも、今回の、クラウドファンディングのプロジェクトに、応援してください。こういうスペースはもちろん大事ですけれども、これは永遠に残ると思いますが、実際の物理的なお寺は、日本のねお寺が今、いろいろ厳しい状態にあるので、日本の文化はなくならないように、ぜひですね応援してください。ご協力くださいということです。それでは今日のお話を、終わりにします。ありがとうございます。